はい、皆さんこんにちは。今回は以前もご紹介したポルシェ930ターボを改めてたっぷりご紹介しようと思います。後半ではステアリングを握らせていただきます。まず930とは911ターボのコードネームで1975年から1989年まで生産されていました。このポルシェはハイパワーなターボチャージャー付きエンジンで有名で、初期モデルは3リッター、後期になると 3.3 リッターとなります。この930ターボ、そのパワフルさゆえに初期のモデルは怖いほど速いと評され、扱いが難しいとも言われていました。実際どうなのか味わってみたいと思います。それではポルシェ930ターボご紹介編、どうぞご覧ください。スペアタイヤ入ってるんですか？入ってます。古典的なんですけど、はい。へえ。ターボは言ってんの。一応これちょっとお茶目な相変わらず下ネタ。そうか、これ下ろしちゃうと感じがいいのかもしれないな。下ろしちゃうと今度あれじゃないですか、今度軽軽くなりすぎちゃってフロントのグリップ感が、だからよく重しとして乗っけてるんですよね。ただ足回りなんか丸っぽく感じたいなとどっかで自分やったら大変ね。私は964ターボにしようか930ターボにしようかちょっと悩んだんですけど、はい、結局の決め手はここしたっけエアコンの、はい、なんでしたっけ、この中に入ってるレギュレーター、レギュレーターじゃなくてコンプレッサー、コンプレッサー、エバポレーター、エバポレーター。これはエンジンいろいろパーツを下ろさなくてもこのまま直せんですよ。あれなんかパコって開きそうですね。そうなんです。開いて直れるんで。あ、引っかかって。なんか引っかかっちゃう。はい。あまり強くやっちゃうとバキっていっちゃう。はい。なんでこれだけで値段が半額ぐらいになるんですよね。まあ告発のためなのかな。当たっちゃう。はい。やっやっぱ面倒じゃなくて。分解しないで。はい。964からなると993もそうなんですけど、そっくりも全部挟さなくちゃならないんで、その手間代だけで何十万かかっちゃうらしいんでね。なるほど。これ割とやっぱフロントのアッパーがシンプルなんですね。シンプルですよね。すごいシンプル。はい。まあちょっとねオイルクーラー私も前にちょっとつけてちょっとオイルクーラーいやついてないんですけど、ない。普通にここにとにかくねみんな分かってる人からとにかく何にもやるなって言われたら余計なことするじゃないっていう。お前は運転すればいいんだから。これなんですか？これなんでしょうね。多分ねグレッティって書いてあるからあれじゃないですか、ブースト系。ああそうですか。そうですか。あとね本当は後ろにそのエアコンのレギュレーターっていうんですか、はいがここ本当反対側についてるんですよ。はい。インタークーラーがこれの半分のサイズになるんですけど、でもまあそれのエアコンの部分をね前に持ってきてあるんだっていうんですよね。でそのエンジンのインタークーラーパワーアップさせるためにカスタムするためにエンジン見せてもらっていいですか？でかかったよインタークーラーがめっちゃでかいですよ。な。でかいっすよね。ただあまり豪華にこんなすって。そうそうそう。それもあれですよね、メカさんに怒られたんですよね。無理なことするなっていうね。ポルシェクレーマー。そうなんですよね。まあこれはまだポルシェのものだからまだいいらしいんですけど、これはえ僕はあんまり知らないですけど、ポルシェの純正のオプションみたいな感じなんですか？じゃないですね。ではないです。チューナーなんクレーマーっていうまた別なレーシングチームが作ったもので、だからスペックが相性が合いにくいらしいんですよ。でそのおかげで、何ですか、クリーナーエアクリーナー入ってるんですが、はい、あれがポルシェオリジナルじゃないのがまた気に入らないなって。
けて入れたらつけてよ。そうなんですよ。でこのオプション、後付けしたインタークーラーとこのブースターまでのこの配管、これはもう本当お手製で作っていただいたんですよね。どうしても何つけても合わないっていうこのかあるステーが本当ね手作り感が私こういうの大好きなんですけどいやいいな。最終的にはもう私の思うようになってくれたんで、はいはい、よかったなと思うんですけど。いや初めて930乗ったんで、しかもターボ乗ったんで何がノーマルなのかわかんないですけど、どこの基準がね、基準がわかんないですけど、多分もうちょっと軽快だと思いますよね、後半のノーマルはらしいです。みんなターボラグって非難されやすいらしいんですけど、メーカーさん全部精通されてる方はもう後期の930ですもんね、ターボラグなんかないっておっしゃるんですよね。それと希少性でどうしても89の、5速の930っていうのがこう、コスト的にもね、値段的にも市場的にもこう値上がってますけど、でもターボが好きな方ほど4速の方が面白いっていう人っていうのはもうすごい、もうどこまでも踏み込めるんで、そうですね、本当懐が深いっていう感じでしたね。ただ欠点は日本では走るところないっていうのは、ですね2速だけあれば十分どこで1速で80キロぐらいで全開にした方がよっぽど楽しいんじゃないかなって高速でね、思いますけど、このでもターボラグも、この GT カー的な作りだから、このターボラグもなんかある意味いいと思うんですよね。多分そうなんだと思いますよね。来ましたよっていうのが楽しいんじゃないかな。来ましたよ来たよさあ行きますよみたいな、みんな乗ってるかなんてね、全員集合みたいなのが多分いいんじゃないかなと思って、私もそれは楽しんでるんですけど、そうですね、雰囲気があっていいですよね。だから唯一不明のが高速の入り際だけですよね。そうですね、確かに峠の車ではなかったですね。そうですよね。そこでねこう比較しちゃそうですね、求めてるところが違う。でもサイズ感は全然、だからまだ初めて乗ったし、そのちょっとやっぱ怖いんで踏めてないですけど、慣れた人がプロとかが乗ったら、ここの峠をこのパワー多分もっとブンブン回してターボラグのない、もっと高回転で、なんかね NA とはこう一般概念が違うところの操作性っていうのがあると思うんですよね。同じように比較して走らせては多分ダメなんだと思うんですよね。ターボの走り方ってこのね930ターボの走り方っていうのがあるんだと思うんですけどね。実は私もそんなに乗ってないんですよね。もう5年ぐらいになるんですけどそんなに乗ってなくてですね。足車とかあるんですか？あります。軽自動車があります。鈴木のなんだっけ、なんかあります。鈴木のなんだっけ。鈴木は大体軽。あれもやっぱり偶然にターボなんですけど、あれは勉強になります、いろいろ。でもここにあるインタークーラーってちゃんと風通るんですか？入って？通るようにね、私一応なんだろう。ここにスポンジをつけたんですよ。なんかついてましたね。そう空気がやっぱこう綺麗に流れてきて、こう行くようになってるんですね。ですよね。あれだとここに一回溜まるようにこう操作がついてるんですよね。カレラウイングのターボだと。カレラウイングって言うんですね、これ。これポルシェって書いてある。なんだ80年代のインタークーラーがついてない時代のものだとカレラウイングがついてて、一回ここへポルシェって書いてあるんですね。書いてあるんですね。これですよね、この仕切りみたいな。こっちにはつけられなかったんで、ここへゴムでなるほど。こっちへ逃げないように少し作ってみたんです。ただこれがね邪魔なんですよね。
これを外そうと思えば外せんですが、メガさんが外してないのはちょっと意味があんのかなと思って、このまま合にしてるん成ですか。合成じゃないですか。やっぱこれだけでっかいのがぽっかり開いてるとぐにゃぐにゃになっちゃうんじゃないですか。関係もあるんですかね、骨の代わりっていうかわかんないですけど、多分ねそうなんですよね。でワイパーが本当は後ろつくんですけど、こうやって後ろ開けるたびにワイパー立てなくちゃいけなかったりとか。やっぱあそこのなんか丸いポッチはそうですワイパーの跡なんですね。はい、そうです。これですね。すっきりしていいかなと思うんですけど、ベルトは交換しやすそうですね。そうですね。でもそれ以外が大変そう。プラグはね、やっぱかろうじて本来手伸ばして変えられるらしいですよね。ただまあ大抵こっち大変そうじゃないですか。そうですよね。これ彼らはやれますよね。NA だと、あれさっき乗せてもらってヒュルヒュルは言わなかったですね。シュホーっていう吸気音はすごかったですけど、でもね、踏み方でなりますね、シューシューってこうなる時ありますよね。私も何が起こってんだか、なんか間違ったことはあったのかと思って何もなかったと無視してるんですけどまた一年お会いできないようになると怖くて誰にも聞かないで、そのまままたメカさんにそれ聞くと余計なこと考えなくていいないと思ったよ何を聞いていいんだかちょっと躊躇しちゃうんですけどやっぱりね、こうオリジナルじゃないものは曲がってる人ほど余計なことしたなと思うでしょうよね。いやでもかっこいいよな、このインタークーラー。まあね、機械っぽさっていうのが好きな人にはいいですよね。私も好きなんですけど、今こうパッケージングされたものと違ってね、しかも930のターボっていうとナローのNA を基本としてそこへくっつけてでもうこれ以上はないだろうって形で、外装にしろ出来上がったのがこの911の最終形、ナローの最終形だったわけですからね。なるほど。どっちにしろフェラーリ乗りからバカにされる時あるって言いますけどもう前と後ろ逆に走った方が空気抵抗いいんじゃねえかなってからかわれるらしいんですがでもおっしゃる通りで、当然フロントのライトの部分っていうのは今現在はあれだけで1000回鉄板叩いて丸みつけなくちゃいけないらしいんですよね。そうなんですね。だからコストダウンのために993からなくなるわけですけど、どんどん今はもうねフェラーリに近いぐらいこうフラットな、そうですね。でフラットノーズなんて言って935の時は当然空力考えてこのライトのデザインっていうのが、この蛇腹みたいのは何なんですか？これねバンパーのその衝撃の時のクッションになってんじゃないかなと思いますよ。なんかなるほど、こうブッと押された時にこれが縮んで、へえ、本当ですか？ YouTube でそのまま使っちゃいます。いやよく調べてくださいギアもついてますからね。そうですね、だってデザイン的にはどうなんだろうって思うデザインですもんね。全くね意味ないですからね。でもねポルシェがそんな意味ないことをするわけないから、多分理にかなってますね。アメリカの注文でねビッグバンパーつけたわけですけど、顔見せない方がいいんじゃないですか。もうどうでもいい人生崩壊してますからまたここで閉めちゃダメなんですね。輪の
間最新の992ポルシェ横に乗せてもらって、やっぱ5連メーターなんですね。はい。伝統の992の5連メーター、またちょっとクラシックっていうか、はい、あれですか、ポルシェ好きの人が好きなような感じにそうですね、リニューアルされてるんですよ。本当確かね。なんかこんな雰囲気ですね。ああ、そうですか。ただこの真ん中は機械式っていうか、普通の針のタコメーターなんですけど、その両方の2個2個は、液晶でしたね。デジタルで、そういうなんかこうなんていうんですか、雰囲気最新型とこう組み合わせて、そうですね、新しい形でいくでしょうっていう。本当やっぱり最新になってもこの雰囲気は出ててかっこいいなと思いましたね。でもやっぱ全部アナログっていうのはやっぱまあね、古めかしいですけど、私も憧れがその年代なんで、もう成長できない大人の人間で最高です。じゃあ途中気持ち悪くならないようにどうぞシート、前後としては、はい、そこで意外とこうなんていうかセッティングさせやすいんですよ。結構ペダル類が ABC が右に寄ってるんですね。そうなんですよね。クラッチがど真ん中ですね。でもナローもそうだったでしょ。ナローは、あの時すごい緊張してて、多分ね、バケットシートだったからもうちょっと印象が違ったかもしれないです。じゃあ行きます。もうちょっと前に行った方がいい。どうぞどうぞ、好きなように、いやいや好きなように帰ってください。私も座高があれなもんでだいぶ今朝調整し直したんですけど、どうしたらいいかと思って。多分これリアに入ってんじゃないかな。これリアですか。R で一足そのままなんで。こうなんですね。はいはい。危ない。1、2、そうなんです。だからか2足入れようと思ったら下入んないなと思って。そうなんです。2足がちょっと入りにくいんで、こう軽くこう戻してやるような感じの方が入りやすいと思います。そこがちょっとまだこれもね、オーバーオール途中なんで。はい、どうぞ。動けた。すごい視認性いいですね、後ろの。ポルシェっていうのは本当スポーツカーの中では私ものすごい視認性いいと思いますね、視界が。なるほど。お任せしますからね。これ4足ですね。そうなんです。ほとんど3足はいらないとは言うんですが、先ほど坂道を登ってきた時はやっぱり2足だとね、こうもたつくんですよね。あれ車重が重いぜもあると思うんですが、多分そのアクセルの踏み方とかが私まだ学習足らないんだと思いますね。すごいやっぱハンドルの重さが感じますね。そうでしょうね。先日のナローも同じパイロットのパーツを使ってるらしいです。ターボ用の。そうなんですね。自分の2リッターの普通のナロー乗ってた時あったんですが、その時はものすごい軽くて怖いぐらいだったですね。すごい手応えが。そうですね。992のオーナーさんもおっしゃってたんですけど、直進安定性がすごいいいですね。まっすぐ走る。OC に比べて。そうですね。かなりこうなんて言いますか。すごいなんて言いますかなんて随分動画用の声言ってますけど、私思うにアウトバーンとかアメリカ北とか本土とか一般道なのに速度規制がない
ところをこう大陸横断するために作った車なんだろうな、こうでラグジュアリーで GT 的な、そうですね、っていうのだと思いますよね。まあ基本は935っていうターボ付きの2リッターのまあ5リッターのアメ車に対抗するためのターボ車だったんでしょうけど、まあ市場に出たものっていうのはもうそういう大陸横断的な、ものだと思いますね。なんかね、オーストラリアから、オーストリアかイタリアの親戚のところまで週末行こうとか、多分そういう方々のために用意した、そういう感じなんですね。ラグジュアリー化という要素の方が強いんじゃないかな。グランドツアラー、はい、ツアラー、はい。なんか刺さった跡があります。あれ見ちゃうとね、なんか踏めなくなります。いや、これ重っハンドル重っ。そうですよね。これ峠攻めるのはちょっと怖いっていうか疲れそうですね。そうですね。はいいや本当に、おっしゃる通りこうのんびり、はい全然ナローと違う。はい。年代的に近いから、同じような感じをねイメージ、いろいろナローとやっぱ930と全然違うとは聞いてたんですけど、まあ言っても、って思ってたんですけど全然違いますね。これがインタークーラーつく前の、80年あたりまでの930ターボだと、かなり軽快らしいです。全然違う。危険なぐらい止まらないっていう話を聞きましたね。いやこれはブレーキも何ですか、フロントが993のものと、あとフロントが930ですか、リアのブレーキで、リアが今度993のフロントのブレーキついてるらしいんで、踏み込めるとこあったら踏み込んでいただいて、ちょっとだけはい、まだねターボがかかる。いやそのターボがドッカンだと思うんで、そうなんですよね。怖いですね。深いですよね。私も購入してから一度壊れたもんですから怖いんで絶対壊れないようにしてくれって頼んだもんですから、少し深めかもしれないです。確かにまだ全然下級かかんないですね。なるほどなるほど。3500、そうですね、そうですね。手前ぐらいからですね。4000だ、4000から来ますね。4000じゃ深いよな、ちょっとな。徐々に調整して。これね、ブースターのコントローラーつけてあるんですけど、ないオリジナルの方が楽しいっていうんですよね。3速使うとこないですね。そうなんですよね。でもブレーキは効きはそれなりなんですけど、タッチが素晴らしいですね。そうですか。それどういうことですか。こう自分のイメージ通りにそうですね。っていうことですか。踏んだ瞬間から反応してくれる。意外と設置感ありますね。この下りコーナーは最高ですね。この間のナロー乗せてもら
がこう振られてないと物足んないんだって人には全然面白くもならない用途が全然違うまあそうですね、車ですけど、重さを感じますね、でも安心ですよね。そうですね、ものすごいこう速い。300馬力でしたっけ？そうですね。おおでもいやこれ熱くなるんだ。密閉性がねかなりいいですよね。このままで結構です。よし少し回しておきます。はいどうぞ。いや面白い。多分ターンパイクあたりの方がいいだろうって皆さんおっしゃるんそうですね、ちょっとここでは 2速しか使えない、いやでも速い。まあね、多分かかった時にこう軽快だとかね、その車のなんていうかな、軽いこうオペレーションっていうので楽しもうっていうと、ちょっと舞台がステージがここでは窮屈な感じがしますよね。そうですね、軽快感は、まあ言っちゃないですね。ほんとどっしりしてそうですね、安定してる、本当今時のポルシェに近いです。確かにこれでその会社の方が完成形なんだ、これでもう911は終わりにしようって言ったのは意味が俺よくわかりますよね。そうなんですね。これ以上もうどうしようもないだろうなと思ってね。多分ですけど、今ケイマンっていうミッドシップのスポーツはあっちに任せて、911はそうですね、GT カー的な車にしようとしてるのかなって素人目に思うんですけど、思いますよね。もうアイコニックなもので会社から外せなくなっちゃいましたからね。もうこれ以上は本当は進化しようがないんだけどもっていう、まあそう言っちゃいけないんでしょうけど、進化し続けてるんでしょうけど、だいぶこう目指すところがスポーツとはまた違うところへ、そうですね、汎用化されたものへこう流すのをこう余儀なくされた、ちょうど時代の流れとね伴って、911の完成形なんだろうなっていうふうに思って楽しませてもらってます。次のオーナーさんまでいやでもなんだろう、確かにここはステージ的には合ってないんですけど、ターンパイクとか、もっと高速コース、コース地で高速の峠っていうか、そういうところ向きだと思うんですけど、でもやっぱこれはこれでハンドルがすごい重いんで、走ってる感は感じますね。そんな重いですか？重いですね。4C なんかフラフラ軽いですよ。そうですか。まあそのこうひらりっていうこの軽やかさがまた 4C とかね、スポーツカーの軽量スポーツ、ライトスポーツの良さなんでしょうから、ライトウェイト。多分ですけど、あえてこの930はこの重さにしてんのかなっていう GT 的な車にするために。だから75のポルシェが人気があるんですよ、3リッターの。もう手に入らないですからね。いやでもすごい調子いいですよね。いやこれはね、メカニックさんも頑張ったんですね。もう私よくお願いしていただいたんで、頭が下がる思うんですけど、いや素晴らしい。本当程度がいい。何年ぐらいかかったんですか、直すのに。1年ちょっとでかかりましたね。これ一番右はあれか、グローブボックス。これはそうです。スイッチかと思ったら、スイッチの並びでついてる。そうですよね。でシガーと、これは古風な
なデザインが大好きですね。いいですね、こうトグルスイッチとか、はいこれ引っ張って作る。そうなんですね。これはハイビームですか？まあこれは多分そうですか。一応触ったことないですけど。夜は走んないですね。いやいや、もうほぼまあハイビームはそっちあ、違うんですか？こっちにあると思うんですけど。なんだろう。これこれははなんだっけ？フォグ？フォームですね。これ何ですかね。誰か教えてください。あと何ですか。こういうのもいちいち説明書見ないと私忘れてしまって。何ですかこのスイッチ？何だったんですかね。これミラーの確か自動なんで変更のスイッチなような。こっちにもなんか謎のスイッチがありますね。はい。あとね、なんかワイパーがちょっと動かすためのスイッチがまた別なんですよね。このレバーじゃなくて、これとはまた別にあったんですけど、あそこにもなんかスイッチがこれもあるんです。これもよくわかんないんで買わないことにしてるんですけど、本当に自分のかと思うんですけど、屋根持って開けていいって言われたんですが、トップさんには。でも絶対開けるなっていう人もいるんで、もう絶対触らないことにしてるんですよ。こうそれシガーですね。灰皿なんだ。はい。夏これやってしまいましたね。それはまんないんですよ。だからさ。あ、またよかった。今日一日いじってなくちゃいけない。当てちゃいました。時代を感じますね。そうですね。シンプルなように。消火器もちゃんと積んでて、はい、一応もう古いんでね。鍵が赤い。それはですね、はい最初黒いのにしてたんですが、は夜鍵回すときに黒だとどこさせたか見えないんで赤くしたんですよ。そういう理由はいはい。あと935もそれだったんですよね。だからちょっとハンドルと合わせて935っぽくしてみようかなと思って。これなんですかこれ？それはライトです。ライト？はい。引いてライト点灯ですね。へえ。ハーフで何ですかハーフ。へえ。はい。回すわけじゃないんですか？じゃあそれは関係ないです。回したら鳥だよ。あ、ここになんかワイパーっぽい絵があります。あ、そうですね。これそうですねスピード調整かな、ワイパーの。へえ。雨の日はね、あんまり乗らないんで、よっぽど途中で降ってきたり結局ね、ナロにあったベースに、935のそのいろいろな新しい装置をこうくっつけてったんで、こういう細かいオプショナルなスイッチがこうついてきちゃったんですよね。ナロはもっとシンプルですからね。後付けな。そうですね。はい。これもなんだか私わかんないんですけどね。これもなんだろうなと思ってるんですけど、きっと必要なんですよね。全部理にかなってんだと思うんですよね。はい。これなんで2つあるんですかこれ？わかんないです。この多分フロントにやるのの強弱と、あと単純にファンを回すのとで2つなのかな。これもね、このプラスチックがすぐ壊れるんですよ。割れて触らないようにやっと直してもらったんで。黒いと赤いのはこれは暖気の方ですね。あ、ヒーター。ヒーター、ヒートエクスチェンジャーってマフラーから暖気が流れるようになってるんですが、それが開くだけなんですけど。マフラーからなんですか？そうです。メインの暖気のスイッチはこっちですね。そっか、空冷だから。そうですそうです。ヒーターつけなくてもエンジンのマフラー内のなんですか、熱を排気することで、実際には排ガスが上がってくるわけじゃないですけど、温まった空気でこう口で出すんですよね。上の黒いのは多分クーラーなんだと思うんですよね。あれじゃないですか、左右で左にやると左。そうなんですか？いや、わかんないです。多分後でそれYouTube でいや説明していただいて。
あ、なんかそんな気がする。これあ、そうですか。一番右にやると多分ええ、こっち出てますね。出てます。それ回してみると分かるかあんまり出ないですもん。これ左にやるとら。何かときましたけどね。上と下って書いてあるからなんかあるのかな。あ、こっちかな。あ、そういうことですか。あ、足に来ましたね。来ました。あ、そうですか。あ、で真ん中やと両方みたいな。あ、そうですか。あ、そうですか。全く触ったことないんで。そういいんじゃないですか。この間も992のポルシェのオーナーさんがいろいろこう、なんか設定のスイッチはい。わかんないけど、でもまあ走りゃいいみたいな。ああ、そうでしょうよね。そうっすよね。いや、いじんない方がいいですよ。いじんない方がいい。まあ、ここは後付けてね、こう、まあ、排気の方が、これ排気メーターなんですが、後付けしていただいた。排気が、まあ、温度が上がってきた時に、これ一つメモリ高くして、で、ガソリンの方で冷ますようにしてくれということで。年長変える。そうです、年長変えるものらしいですね。ブーストメーター。はい。ノーマルではないですね。そうです。これはこれブースト系じゃないですか。ブースト系ですけど、こっちよりもこっちの方が、後付けの方が統計かと思ったら。はいはい。あ、じゃあまあ正常に作動はしてるんですが、細かいところがどうしてもなんで、まあメーカーさんの方ではいらないっていうふうに言ってるんですけどね、後付けの方。エンジン切ります。はい、大丈夫です。なんか止まり方が独特ですね。ピタッて止まんないですね。あ、ボボボって言いながら、なんかあれですかね、ターボでこう回してるせいなんですかね。結構ターボのタービンが壊れたもんで、はい。最新型のもの入れていただいたんですけど、KKK の。ドアどうやって開けるんですか。ここですよ。はい、後でこの白マークつけておきます。あ、これか。助手席の方はついてるんですけど、これなんですか。どれですか。あ、これ鍵。あ、そうです。手動で鍵かかるようになってるみたいですね。まあ乗った後。見たい。なぜつけたんだか私よくわからないんですよ。パワーウィンドウなんですね。本当は私ね、ドアの開け閉めもベルト式のナローみたいな。あれがいいレーシなと思っーですよねて、。まあ取り替えちゃおうかなと思ったんですけど。またメカに怒られちゃうんじゃないですか。いや、そんな余計なことするの。ナローさんにも、いや、余計なことするなって言って、するなって怒られながら、後ろの背もたれ、もうだけ外して、一応、音用のだけに、むき身にして、ちょっとだけワイルド感をつけてもらってたんですよ。あれ、この間はついてましたよね。この間僕後ろ乗せてもらった時。あの時は確かついてました。これついてなくて、ついてなかったでしょ。はい、で、何ですか、ブランケットはい。で覆っといただけだったんです。そうなんですね。で、ナローさんがもういい加減にこんなことやるのやめろって言われて、ちゃんとシーツつけろよって話をされたんで。締まりがすごい。いいですね。これは80年代の西ドイツ車の特徴だと思いますよね。ああ、そっか、当時は西ドイツなんですね。はいはい。BM なんかも同じようなドアの締まりしますよね。閉めるとチーンって音して、で金庫みたいだってよく言うんですけど。ああ、なるほど。はい。ドイツはね、金庫鍵の有名な国ですからね。ああ、本当はね、これも私購入するとき悩んだんですけど、メテオメタリックっていうのがあるんですよ。ちょっと紫がかったようなグレーのあれがかっこよくて、形がこうメタリックだと綺麗に出るんですよね、リアの。はい、そうですよね。で白だとね、リアのこの微妙なこの造形感が出ないんで、がっかりしちゃって、ステッカー貼ってちょっと造形感
出してみたんですけど、いやでも930っていうと930ターボっていうとイメージ白かね、はいシルバーのイメージがそうですね。強いですからね。でやっぱこうリアのこのスポイラーっていうか、はいはい。これと、はい黒のね、このバンパーとトロゲ、このサイドのそうですよね。これがすごいやっぱ白だと強調されるんで、そうですよね。うん、えターボって誇らしげですよね。まあね、これもデザインが変わるんですよね。930以降。ももっとなんていうかな、明朝体っていうか、流暢なターボに変わるんですけど、これだとちょっとひょうきんな感じのターボをひょうきんではなんですけど、私はこのひょうきんなターボのロゴが気に入ってるんですよね。可愛げがある。はい。今のはこうもうラグジュアリーな、ね感じの高級車っていう、ターボマークがついてるんですけど、4本だし。これもどうしても両方左右出しが欲しくて、ただメーカーさんにしてみるともう邪道らしいですよ。あ、そうなんですか。邪道らしいです。ノーマルじゃないんですかこれじゃあ。違うんですよ。違うんですよ。本来ウエストはまた別にこう中から回ってきてるんですけど、邪道らしいです。何がダメなんだか私は分かんない。自分が乗る車は自分でこうやってそうなんですけどね。ただメーカーさんがやっぱりやりにくいらしいですね。貴重な体験をさせてもらいました。いやとんでもないです。私もこういう車ね、こう見せてくださいなんていう趣味っていうか関心がある人ってほとんどいないんで。いやそんなことないです。あ、そうですか。やっぱ敷居がやっぱポルシェって高いんでみんな声かけづらいですよ。ですよね。ですよね。ですか。だからみんな見るじゃないですか。見る。でもやっぱほら普段サングラスしてるし、私目悪いんでね見えないんですよ。乱視ひどくて怖い人だと思って。そうですよね。そうかそうか。そうそうそう。いやもうだもっとなんか例えばなんかぬいぐるみピカチュウとかちょっと外した方がいいんじゃないなんかね、初音ミクの絵描いとくとか初音ミクの絵描いちょっと違う路線になっちゃうんで、ポケモンとかそういう系で行った方がこれやっぱポルシェクレーマーとかやっぱ完璧なんですよ、かっこよさが。そうですよね。そうだからやっぱこう私もね、もうこれでもう全て考えるの終わりにしようと思って選びに選んだ結果だったんで、すごいストイックな感じしますもんね。硬派な人が乗ってんだろうなっていう、とても下ネタ言う人が乗ってると思う。私硬派じゃないんですか？いやめちゃめちゃナンパです。ナンパですよね。はい、板車乗りに近いから。そっちの方が似合うのかもしれないですよね。いやでもね、なんかこうもうちょっと優しい車なのかなと思ったんですけどね、930になると意外に扱いがやっぱり考えそうですね、扱い方どうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。多分来週ナロさんも来るんで。本当ですか。来週。どうも。プロモーションよろしくお願いします。